こんにちは、漫画素材工房です。このチャンネルでは皆さんが共通して抱えるあるあるの人体の悩みを美術解剖学の知識で克服する動画をお送りしています。今回の即興添削でご応募いただいた絵はこちら。作者は F 様です。鋼の錬金術師でよく見るポーズですが、このように腕を曲げた時横向きになるととても違和感があります。個人的に手前の手が気になります。服を着せても着せなくても違和感が出てしまいます。とのことで非常に繊細な課題をいただきました。というのもこれは本当に多くの人が陥る罠が潜んでいるからなんです。一見シンプルで簡単なポーズに見えますが、これをしっかり描ける方はかなり少ないはずです。では今回も即興で結果を見ていきましょう。こちらが添削後の絵になります。一体何がそんなに難しいのか。今回のポイントは1つ目がパーツの向き、2つ目が三図面の検証、3つ目が前腕の解内です。それでは一つ一つ解説していきましょう。まず1つ目の違和感、パーツの向きについてです。一見するとこのポーズは上腕が真横に向いているように見えますよね。ではそれを検証するためにこれを見ている皆さんも画面の前で同じポーズをとってみましょう。撮れましたか？同じポーズをとると皆さんの目線から上腕を見下ろせると思いますが、実際の向きはどうなっていますか？実は上腕は真横ではなく斜め前方を向いているのがわかると思います。ですが多くの人がこの微妙な方向を意識せず真横や縦のイメージで描いてしまうので、結果平面的な絵になってしまうんです。そこで大事なのが2つ目のポイント、三図面での検証です。この絵は正面と横の2図面のみの情報ですが、これに真上からの図面を加えるとどうでしょう。微妙な角度の方向がより精密にわかりますよね。その上で最初の側面図を再度検証してみましょう。まず腕がかなり短く描かれているために方向的には正面内側に向かっているように見えてしまいます。そしてそのまま無理やり手を合わせてしまっているので、上腕だけでなく前腕まで極端に短い印象になっていますね。これを正面図で再現するとこのようになります。つまり正面図をもとに正しく側面図を再現したつもりが全く違っていたわけです。ですが実際にポーズをとり上面図を合わせた三図面での検証をすることで情報を増やしてより正確なポーズの再現ができるようになるんです。最初はかなり難しいですが、この三図面の意識を常に頭に入れておくと最終的にはいろんなポーズも好きなアングルで描けるようになりますよ。そして3つ目のポイントに入る前にこの正面図に服を着せてみましょう。おそらく多くの方がこのように奥行きのない縦横のシワを描いてしまうと思いますが、上面図の奥行き情報をもとにきちんと腕の輪切りに沿ってシワをつけたいですね。そして皆さん自分の前腕をくるくると回転してみてほしいのですが、このポーズを取った時前腕は180度開内の状態にあります。簡単に言うと腕をひねって親指を体の内側に向けた状態ですね。このひねりを服の上から再現するには肘から小指側にある小さな骨の突起尺骨頭に向けて曲線を引いてあげましょう。これで腕のひねりが服の上からでもわかるようになりました。当たりをきちんと描いたのに服を着せると平面的になってしまうという悩みは皆さん抱えていると思いますが、これは体のラインをシルエットのみで捉えてしまい、シルエットの中身にある輪切りの方向や体のひねりを意識できていないのが原因です。服は体の動きに連動してシワの形が全く変わりますから、シルエット内部の輪切り方向とパーツのひねりはとても重要なんです。
現在私は個人的に美術解剖学を勉強しており、そのまとめを月額制のクリエイター支援サービスで有料公開しています。人体の仕組みをもっともっと知りたいという方は説明欄からぜひチェックしてみてください。以上、今回の内容をまとめますと、1つ目がパーツの向き。パーツの向きは非常に重要です。自分で同じポーズをとって方向をきちんと確認しましょう。2つ目が三図面の検証。パーツの向きをもとに正面、側面、上面の三図面を検証してみましょう。3つの情報が揃うことでより正確なポーズの再現ができます。3つ目が前腕の回内。体のひねりは輪切りの方向とともにとても大切な要素です。服のシワにも大きく影響するので常に意識しておきましょう。このようにこのチャンネルではあるあるの人体の悩みを美術解剖学の知識で解消する動画を公開しています。今回の動画がお役に立ちましたらぜひチャンネル登録をお願いします。Twitter と Pixiv、Instagram では無料の画像解説を随時公開していますので概要欄からチェックしてみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。